香港島ションワン。ローカル山茶屋さんの朝は早い。この店も夜明け前から暖かな火を灯し、せいろの湯気の中、おじいちゃんたちが新聞を広げる。席に着いたらまずお茶を選ぶ。ウーロン茶、緑茶。今日は油を流してくれるプーアル茶にする。これで食器をすすぐらしい。こんなんでいいのかな。香港に数あるヤムチャ屋さんの中、毎回必ずこの店に来るのは天津がワゴンで出てくるからだ。これぞヤムチャという気分になれる。いろんなワゴンが回ってくる。これは蒸しご飯。ついつい天津にフォーカスするけれど、ヤムチャはお茶ありき。やかんには常にお湯が沸き、飲んだそばから継ぎ足してくれる。ワゴンが回ってくるので、この紙を持って好きなヤムチャをもらいに行きます。プルプルの米粉クレープ、長粉のワゴン。薄味の醤油タレをたっぷりかけて。このワゴンはおかゆのワゴン。せいろが来た。エビシューマイだ。したひき肉のシューマイの中にプリプリのエビがいっぱい混ざってて、きのこも入ってて、その食感ときのことエビの風味がめっちゃ美味しい。ワゴンはゆっくり回ってくるけれど、誰も焦らずのんびり待ってる。これかけて食べるんだ。赤い。いつもエビ餃子だから違うものを食べてみる。とりあえずこの赤い液体をかけてみる。食べる。食べる。パンはさっきのシューマイに似てる。豚肉とエビとキノコの大きな餃子みたいな感じです。蒸し餃子。食べにくい。食べにくい。でもめっちゃ美味しい。この赤いのはお酢でした。お酢入れてさっぱりしてすごい合う。パクチーも入ってます。美味しい。肉
ゴリになってる。だから中にスープがいっぱいあって、このスープを楽しむ料理なんや。めっちゃ美味しいこれ。次からこれ頼もう。揚げ物ワゴンには春巻き、ごま団子、ドーナツ。常連客が多いみたいで、このおじいちゃんは昨日と同じ時間、同じテーブルに座り、同じスペアリブご飯を食べている。つまり私も2日連続、同じ時間、同じテーブルに座っている。私も常連になりたい。香港島ワンチャイ、香港の風物詩の一つ、店先に吊り下げられたつやつやのロースト肉。開店前から行列ができる。ガチョウのローストが売りのロースト肉専門店。ガチョウとクリスピーポークの2種盛りご飯にする。This one also has a small snack, a snack and a drink. You want this one? Yes. Yeah, okay. 这个 This one, okay. And soup, coffee, or tea? スープ。 Soup, okay. セットで74ドル。ガチョウのローストの超名店に来ました。開店に合わせてきたんですけども、開店前から行列ですごい人です。付け合わせの黒きくらげ。肉がつやつや光ってる。一人ご飯にもぴったりのメニューだ。ポークはマスタードソース。ガチョウは辛くないスイートチリソースのような甘いソースで、豚の方は皮がカリッカリでパリパリ。もうね、お腹が本当に柔らかくてジューシーでめちゃくちゃ美味しいです。特に特徴のある香りとかそういうのは全くなくて、とにかく肉がうまい。そしてこの皮とかカリカリのところが最高です。ガチョウの方も皮が薄く表面がパリってなってて、脂身のところがとろっとなってる。このね、中は結構あっさりめでしっかり赤身な感じなんですけど、パサッとしたこれもしっとりしてて超絶美味しいです。これをマスタードソース、これ美味しい。しっかりつけてガチョウ。ご飯には上品な味の醤油タレもかかっている。肉をタレかミネカがかかってて、うっすらその味が染みてます。ガチョウと野菜のスープ。化学調味料を使わずに本当にこだわってお料理を作るお店らしいんです。スープも本当に地味深く優しい美味しさです。うわ、
油っぽくなくて薄味だけど品があってしっかり美味しい味。セットの黒ピクラゲ、さっぱりして美味しい。ちょっとニンニク風味の効いた蒸し料理を始めたいな。見た目は豪快だけど芸術級の肉にうっとり。びっくりするほど美味しい肉のせご飯だった。九龍半島チムサツイ。香港に来たら1日1杯は食べたいエビワンタン麺を食べに来た。すごい回転が速いせいか一瞬できました。金色に透き通ったスープ。海鮮だしが濃厚で美味しい。香港の独特な細くてコシの強い卵麺。最初はゴワゴワした食感に驚くけれど、慣れるとこれぞ香港という気分になる。しっかりした濃いスープが片面にも負けずによく絡んで美味しい。香港のエビワンタンはプリプリなどという生半可なものじゃない。ブリブリでグリグリだ。この店はワンタン一つに大ぶりのエビが3匹は入ってる。味変はラー油で。意外としっかり辛いので注意。卵麺はあまりにもじゃもじゃ絡んでいるのでどこで噛み切るかいつも迷う。ワンタンは大きすぎて食べるたびに一口でいくか否かいつも迷う。まだまだ香港グルメ初心者だ。私昨日の夕方に香港着いてからこの24時間で3杯目のワンタン麺を食べているんですが、昨日2杯食べて、でどこもすっごいもうワンタンプリプリのプリプリで大きくて美味しくて、でスープもめっちゃ海鮮だしが濃いんですけど、この2点はつけ麺のスープかなっていうくらい結構しょっぱくて私にはちょっと濃くて、でもここはこの透明のスープがこれもすごいスープがよく出て濃いんですけど一番しょっぱすぎなくてちょうどいいです。でワンタンはもう本当に口いっぱいの大きさで口の中でエビがブシャーンって弾けます。めっちゃ美味しいです。美味しかったです。とりあえず着いてから3店舗食べた中での暫定1位でした。すっごい透き通ったスープが綺麗で、あとワンタンだけじゃなくて魚団子とか餃子とか牛肉とかいろいろな具があって、それをなんかもう3種盛り4種盛りとかしてる人もいて、すごいそれも美味しそうでした。香港島と九龍半島の間に挟まれたビクトリアハーバー。港に止まったクルーザーの間から現れた漁船。これはい。すごい。超高層ビル群を両側に防波堤に囲まれた台風よけの避難場所ペイフォントンに浮かぶ昔ながらの水上家屋の船で海鮮料理をいただく店に来た。うわうわ
っぽいんだけど、なんか。偽物？どうだろう。でも私もマリメッコだけかぶあ、って。本当だ。本当だ、本当だ。そう、こういうすごいプライベートな感じ。入識講東話嘛。はい、お伝えトイレがここで。トイレあるんだ。一応なんか水が流れないから自分で海水をあそこからバケツで拾う。マジですごい夕日めっちゃ見えるし。今日まん丸だね。本当。料理は予約の時にコースでお願いする。もともと海鮮料理は値が張る上にこれだけの場所だからなかなかの値段だ。まずはシンプルな茹でエビと巻き貝。お、かわいい。最近のやつ？どうなんだろうね。結構いろんな種類が出てる。それが一番普通のやつかな。香港ビール？そう。かわいい。これはなんか塩家のおじさんみたいな名前なんだけど、これは黒ビールだね。黒と。へえ。多分混ざってる。そしてこれはこれも香港ビールなんだけど、これなんかメキシカンテイストって書いてあるからどんな味かはしてるから。あとちょっとこれチョクチェモーガン水って言うんだけど、漢方的な飲み物なので体の熱を取ったりとか、そういう感じで、もう子供も大人もよく飲まされる。飲まされるんや。おばあちゃんにチョクチェモーガン水飲んどけみたいな感じで。このペットので？いや、もう自分で作ったやつ。でそれがこうペットになってでいろんな種類があるんだけど、そういう漢方ドリンク系のもの。これかな。はい、乾杯。いらっしゃい。あ、美味しい、これ美味しい。ほんとアルコール分低いし。そう、あ、香港も結構そうかもしれない。フルーティーだったりするのが多い。フルーティーフルーティー。これは両方とも剥いて、そうね、ここら辺につけたらいい。これちょっと辛いあれね。醤油と油も入ってる。そうね、ちょっとラー油的な醤油と、こっちは多分辛くない方の醤油。これがなんかこれ多分つけてたような気がする。あ、はいはい、貝のやつね。はい。ではいただきます。香港のエビは美味しいね。どちらも新鮮。ところ変わればタレ変わる。コチュジャンとも違う香港式の甘辛ダレを楽しむ。ね、ご飯ないよね。そうね。でも追加でご飯みたいな融通効かなさそうだよね。いや、いいんじゃない別に。あるかな。あると思う。唔該。有冇白飯嘅？睇睇先。有啊，一個兩個。有嘅話咧，個湯下一齊係一齊上落。唔會一齊起嘅，啲人疊疊嚟嘅啫，唔係淨係你一個。哦。あるかどうかわかんないけど、見てほしい。そう何かと一緒にカニと一緒にちょうだいって言ったら、そんな何かと一緒になってできない。全部こう流れで来るからね、ちょっと気勝負みたいな感じで。そんな高度な要求したかな。茹でた野菜に油とオイスターソースなどのタレをかけた香港定番の野菜料理。お野菜も美味しい。これはブロッコリーの仲間、ガイラン。できちゃったんだ、先に。締めの麺らしいものが先に来た。細かいことは気にしない。漁船なんだから。美味しい。カニ油ってどういう食べ物だろう。なんだろうね、私も知らないよ。あ、でもカニのあれを揚げてる時の油。出汁が出た。なんかめっちゃ美味しいよ、これ。見た目しょぼいけど美味しい。具とかネギとピーマンしか入ってないもんね。さっきもやしが2本ぐらい。ほんと。美味しい。何、こういう焼きそばって他のところでも？結構チャオミンとかで醤油チャオメンって感じであるし、あとなんか
ちょっとしたスナック屋みたいなところで炒めてあって置いてあってちょっと温まってるみたいなので、こういうのがよくある。あ、でそうなんだ。ここは多分この、なるほどね。それがポイントなんだ。カニ油が、自分のあれなんだと、売りなんだと。外すごいいい感じになってきた。おー、おー、すごいすごいすごい。なんだろうね。あ、来た。Thank you。あ、ちょっとこれもご飯進みそうな感じ。アサリの炒め物。あ、本当。こういう味付けな。あ、どれもピリッと辛いね。そうだね。こうにしたら珍しいね。あ、そうなんや。あんまり普通辛くしない。日本語わからんから。うん何味なんだろうこれ。うっすらソースっぽい感じが。確かに本格ソース。そうそう、そういうのそういうの。不思議。すごいニンニク。すっごいニンニク。なんていうの、日本語でなんだっけこれ。パテがいい。手がいいか。あ、そのように食べるんだね。なるほど。一緒にね食べちゃこの春雨も。そう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 あー、なるほどね。なるほどね。う。でガーリック多すぎて嫌な人は多分最初に避けた方がいいかな。結構生っぽいからあ、そうなんや匂いす。るかも。すごい、初めて食べる家でやる人もいるよね。あ、そうなんや。醤油ベースのあっさりタレと油がかかっていて、春雨が貝の旨味を吸い込んでいる。本当にニンニクすごいね。すごいよね。なんか香港の醤油甘いの。でなんかすごい種類があるの。そういうのがそうなんや。もう区別できない。うわー、ニンニクすごい。でも食べやすい、なんかイカと貝の中間みたいな味がする。あ、確かにそうね。ちょっとなんだろう、弾力もあってね。香港の夜景が輝き出す頃、メインのカニが出てきた。大量のニンニクと新鮮なカニを強火で揚げるように炒めた香港式カニのごちそう料理。これはニンニクの風味が効いたカニはもちろんだけど、カニの旨味が染みたニンニクフレークが最高。これの油でこれかってね。あ、そうだよね。確かに味がなんか被ってる。ニンニクフレークで永遠にご飯食べられる。せっかくなので最後にトイレも使ってみる。はあ。いや、こんな経験はもう二度とないだろう。いや、バケツが浮かぶので難しい。よいしょ。重しをつけたらいいと思う。ちょ。予約時間は6時からと8時からがあるけど、夕暮れから夜景までの日没ショーを楽しめる6時からにしてよかった。水上家屋体験と水面近くからのビクトリアハーバーを楽しめるとても貴重な時間だった。九龍半島ヤウマテイ、テンプルストリートで70年以上前から続くミドカフェ。香港の古き良きカフェがどんどん姿を消す中、今も昔を思わせる姿で残っている貴重な場所。ここは香港の伝統的ファミレスのような店で、麺、ご飯、パン、スイーツにドリンク、何でもある。定番の香港ミルクティーとフレンチトーストに初挑戦。意外とすっきりした甘さで茶葉の渋みもある。香港式フレンチトースト、
牛乳に浸して油で揚げた金色のパンにシロップとバター。キングオブ高カロリー食品だ。お味は？そりゃ美味しいよね。普段無意識のうちに自分に禁じている楽しみを貪るような背徳の蜜の味。大丈夫、旅のカロリーは切り捨てだから。今作った言葉だけど。揚げ物だし甘いので全部はきついけど、味覚が喜ぶ分だけ美味しく食べちゃおう。なるほど、これが香港人の思い出の味なのか。食べ物って味や栄養素だけじゃ語れない。それにまつわる思い出や風景も味と同じくらい重要な要素で、それを香港の人にもよそから来た私たちにも味わわせてくれる。こういうお店がいつまでも続いてほしい。香港島ションワン、ホテル近くのおかゆ屋さんへ。朝ごはんのおかゆを食べに行きます。路地裏のこんな目立たない佇まいだけど、創業60年、おかゆの超人気店らしい。鸡蛋瘦肉粥可以加鱼片吗？可以可以，啊，小的。小的有来粉油条吗？有来一份啊吗？，不用。好。揚げパンも美味しいけど、今日はカツアイ。とても小さくて人気を誇示しようともしない素朴な雰囲気がいい。ピータンと豚肉と魚が入ってる。一口食べるごとに簡単が漏れるほど美味しい。めちゃくちゃ出汁が効いてて、でも本当トロトロです。ポタージュくらい、お米の粒とか全然なくて、量は結構あるんですけど、ほとんど水分だとすごい、これで小サイズだけど。ピータンはこんな風に適度な大きさに切って入ってて、豚肉も細かく裂いてあります。魚はもうなんかあんまり見にくいんだけど、この薄いのが中に一緒に混ざってる感じ。めっちゃ美味しい。日本のおかゆはもちろん韓国のおかゆともまた違う、真正面から美味しさに貪欲に作られたおかゆ。买单45。谢谢。この中に絶品の出汁が入ってそうだ。美食の街香港、ここでしか出会えない味を楽しみにまた来ます。東西香港。